ハローこんにちは、ダジャハオ。オンライン日本語教師のなるです。今回の雑談動画は1年ぶりに帰省した日本山形の感想を話そうと思います。実はもうスペインに帰ってきて2ヶ月経っているんですが、久しぶりに日本、地元に帰って感じた逆カルチャーショックや驚いたことなどメモをしておいたので、今回の雑談動画ではそれを皆さんにシェアしたいと思います。よかったら最後まで私の雑談に付き合ってください。一つ目、家族が増えていました。これは逆カルチャーショックと呼んでいいのかちょっとわからないんですが、地元に帰ったら家族が増えていてびっくりしました。日本は他の国に比べると比較的結婚する年齢、子供を産む年齢が結構早いみたいです。特に地方、田舎の方ではその年齢がもっと早いです。私は地方、田舎出身なので、もう私の周りでは80% ぐらいの人が結婚しているんじゃないかなと思います。最近ではいとこが結婚したり、別のいとこが子供を産んでいたり、また別のいとこが2人目を出産していたりして、家族が増えたな、家族の範囲が広がったな、そういう印象を受けました。私の親友も子供を産んでいて、もうね、本当に少子化なんて嘘なんじゃないと思うぐらい少子化を全然感じませんでした。今回の帰省で初めてそのいとこのパートナーに会ったり、初めてその子供たちに会ったので、名前を覚えるのが結構大変でした。多分合計で5、6人ぐらい増えているんじゃないかなと思います。でも私からしたらやっぱりちょっと早いなと感じました。私が今いるスペインでは初婚平均年齢が35歳、36歳ぐらいで、世界的に見ても結構遅い方なんですね。だから私のスペイン人の彼の友達で子供がいる人はおろか、結婚している人もほとんどいません。これは私の感覚なんですが、スペインで20代後半、30代前半の人はまだまだ子供という印象があります。私、台湾人の学生さんが多くて、よく結婚について話をするんですが、台湾でも30歳になってから結婚する人が多いみたいで、20代で結婚すると早い、若いと言われるみたいです。今回地元で新しい家族とたくさん会って嬉しかった反面、自分はその波に乗れていないなぁと寂しく思ったり、ちょっと焦りを感じたりしました。私は周りに影響されやすい性格なので、もしずっと地元にいたら焦っちゃうだろうなと思いました。だから私は海外に逃げてきています。2つ目、日本人の説明が丁寧すぎる。今回東京の空港に着いて、空港の中にある配送会社にお願いをして、スーツケースを私の地元、実家に送ってもらったんですね。スーツケースを持ったまま移動したり、新幹線に乗るのがちょっと大変だったので、私はいつも配送会社にお願いをして、実家から空港に、空港から実家にスーツケースを送ってもらっています。その時、配送会社のスタッフさんに、スーツケースの中に壊れやすいものは入っていませんかと聞かれました。それはよくあるありがたい確認ですよね。でもその後にスタッフさんが、一応明日着く予定ですが、天気の影響で荷物の到着が 2,3 日後になるかもしれません。 2,3 日分の服や化粧品などは大丈夫ですかと心配してくれました。そこまで心配してくれるんですか？本当に丁寧すぎません？詳しく状況や理由を説明してくれるのは嬉しいんですが、もう確認されすぎて、スタッフさんからもう何があってもこちらでは責任が取れませんよ、私たちは確認しましたからね、文句を言わないでくださいねという圧、プレッシャーを少し感じました。日本のスーパーでもレストランでも説明や確認が多い印象です。この説明や確認を聞くと、私今日本にいるんだ、そう思います。日本人はリスク回避をしたい、問題を起こしたくないという気持ちが強いので、そういう説明や確認が多くなることはわかるんですが、理解できるんですが、私からしたらちょっとしつこいなとは思いました。大丈夫です、はい、大丈夫です、はい、わかりました、大丈夫です。もう日本で何回言ったかわかりません。多分こういう経験をした人も多いと思います。ぜひこういう経験があったらコメント欄に書いて教えてください。3つ目、
やっぱりトイレがすごい。日本に帰ってきてやっぱり日本っていいなと思う瞬間の一つがトイレに座った瞬間です。あったかい。便座があったかいとかウォシュレットがすごいとかもうみんなが知っていることなので特に私から言うことはないんですが、みんなに言いたいのがトイレの幅、便座の幅についてです。日本に久しぶりに帰ってトイレに座ったら幅が小さいと感じたんですね。お尻がもうはみ出るんじゃないかと思うぐらい小さいと感じました。これちょっと汚い話になるんですが、座った瞬間これ大丈夫だよね、飛び出たりしないよねと心配してしまいました。多分ヨーロッパの人は体格も大きいのでトイレの便座の幅も結構広めなんですよね。だからヨーロッパのトイレに初めて座った時、これお尻便座の中に入っていかないよねと心配になりました。でももう今は慣れているのでもう何も感じません。だから逆に日本に帰った時に便座の幅小さすぎる、大丈夫と心配になってしまいます。これ体格が大きいヨーロッパの人とかアメリカの人とかはどう感じているんですかね。もしこの動画を見ている人、私と同じように感じたことがある人、ぜひコメント欄にお願いします。あともう一つ日本のトイレで感じたのが水を流す時の勢い、それがすごく強い。あと水の量も多いと思いました。ヨーロッパのトイレ、水の勢いがすごく弱いなと感じたことはないんですが、日本に帰って、実家のトイレを流した時にこんなに水使うの？ちょっともったいないと思いました。これ別に文句を言いたいわけではありません。どっちがいいとか悪いとか特にありません。これは私が感じたただの率直な感想です。だからそんな文句を言うなら日本に帰ってくるな、そういうコメントは書かないようにしてください。日本人のコメント怖いからね。4つ目、支払い方法が多すぎる。私が今いるスペインでの支払い方法は基本的に現金かクレジットカードだけです。でも今日本では現金、クレジットカード、QR コード決済、IC カード、ポイントで購入、いろいろありますね。いろいろありすぎて何で払えばいいんだっけと混乱してしまいました。しかもショッピングモールの中にある100円ショップは現金のみだけど、大きめの店舗型の同じ100円ショップはカードも OK、 QR コードも OK、 そういうところもありました。難しすぎません？それにお店によってこの会社のカード QR コードは OK だけどこの会社のはダメとか、もう本当に。今回日本で買い物するときにここでは何が使えますか？ QR コード使えますか？このカードは使えますか？もう何回聞いたか分かりません。中国の方では偽札対策で QR コード決済が主要になっていると聞いたことがありますが、日本はなんでこんなに QR コード決済が流行っているんですかね。いろんな会社がこれに参入していますよね。儲かるのかな？できたら統一してほしい気持ちはあります。5つ目、魅力的なもの、可愛いものが多すぎる。スペインで普通に生活していると可愛いものとか魅力的なものってそんなに目に入らないんですよね。可愛いものといえば子供用のお菓子とか本とかおもちゃとか、本当にそれぐらいです。キャラクターものも少ないし、季節限定、期間限定の商品もそこまで多くないので、大人の私がこれ欲しい、これ今買わないとそういう気持ちになることはほとんどありません。でも日本に帰ってスーパーやコンビニに行ったら可愛いキャラクターと商品が絶対コラボしているでしょ。大人の私でも可愛いと思うようなものが絶対あるでしょう。しかもそれが1種類だけじゃなくて何種類もあったりしますよね。全部集めたいという気持ちにさせられますよね。それすごくずるいですよね。それにそれが期間限定だったらもう買うしかないじゃないですか。日本の会社は購買意欲をかきたてるのが本当にうまいと思います。特にサンリオとちいかわが好きな人は大変そうですね。
可愛い商品が多すぎますよね。キャラクターとコラボをしていなくても日本のお菓子やスイーツとかのパッケージ、売り出し方ってすごく美味しそうに見えますよね。あ、これ新しい商品だ、美味しそう、食べてみようと思わされることが多いです。化粧品とかもそうですよね。パッケージ、入れ物が可愛くて、あ、これ欲しい、買おうと思って買ったこと何回もあります。こういうのをパケ買いと言います。スペインのお菓子のパッケージはそうですね、なんとも言えないですね。6つ目、空気、食べ物が美味しい。山形の山寺に行った時の動画を少しだけ流します。どうぞ。さ、もう空気きれいね。ね、そうね。なんか東京にいた時さ、汚い話になるけどさ、なんかこう、鼻くそが強くなるんでしょ。そう、鼻くそが溜まる感じが山さ、形の人みんな言う。すごくあってさ、でもなんか山形着いてから全然気にならなくなった。神聖な場所で鼻くその話がなんだけど鼻くその話するのはちょっと微妙なんだけど、そう、山形の空気やっぱり美味しいですね。肌とか体でそれを感じます。食べ物ももちろん美味しいです。しかも安い。皆さんも日本で本当に美味しいものを食べたいなら田舎に行くことをおすすめします。ちなみに山形は米沢牛、山形牛、ラーメン、そば、果物が有名です。山形の人は食べ物にシビアな人が多いので、美味しくないお店はすぐ潰れます。だから山形のお店で外れのお店、美味しくないお店はほとんどないです。ぜひ食べるのが好きな人、都会の空気に疲れた人、山形へ行ってみてください。もう最後は逆カルチャーショックの話ではなくて山形の宣伝になってしまいました。今回帰省中にいろいろ動画を撮ったんですが、全部 YouTube にアップするのは難しそうなので、少しだけこの動画の後に載せておきます。もし興味がある人は最後まで見てください。それでは今日の雑談動画はここまでです。最後まで付き合ってくれてありがとうございます。TikTok、Instagram もしています。そちらもフォローお願いします。オンラインで日本語を教えています。もし興味がある方は概要欄のリンクからチェックしてください。それではまた次の動画で。じゃあねー。